皆さんこんにちは、タサン島です。今日はトマト缶を使ったナポリタンを作りたいと思います。というのも、だいたい作る時4人分ぐらいで作るんですけど、それをケチャップだけで味をつけてしまうと結構なんかヘビーというか甘いし重たくなってしまうので、今日はトマト缶を使ったナポリタンにしたいと思います。はい、では早速作ってみたいと思います。ちょっと多めに野菜を用意しました。ただ、普通に玉ねぎとピーマンと人参とかで作ってもいいですし、うちは結構ナポリタン子供たち大好きなので野菜もいっぱい食べてほしいなという意味で野菜多くしてます。でもあるもので全然できますので、野菜の量とかは調整してください。まず野菜を炒めるところからいきたいと思います。パスタを茹でるためのお湯は今もうすでに沸かし始めています。そしてフライパンにオリーブオイルを大さじ2杯ぐらい引きました。で、玉ねぎから炒めます。玉ねぎもやっぱり甘さが出る野菜なので、ここで最初に炒めていきます。芯を取って気持ち小さめのくし切りにします。でくし切りにするときは、このままザクザクくし切りにしてもらってもいいんですけど、中の方がどうしても小さくなってしまうので、分解してで切っていくと大きさが揃います。これはなんかこう綺麗に揃えたいなっていう時にこういう風にするといいと思います。では、玉ねぎから炒めていきます。で、弱火にして他の野菜を炒めていきます。パプリカは細切りにします。野菜を入れたら、私はこうわざと強火にして温度を下げないようにしているんですけど、切るのに時間がかかるとか下準備に時間かかりそうだったらずっと弱火で火はいじらずでも大丈夫だと思います。で、このズッキーニとかナスは皮付きのままでもいいし、ちょっとやっぱり皮が口に当たって食べにくい、うちの一番下の子が結構口に当たって嫌がるので、少しだけ皮は剥いておこうと思います。半割りにして半月に切っていきます。ズッキーニも今シーズンじゃないので別に入れなくてもいいです。はい、切りながらどんどん炒めていきます。ナスも同じように少し剥いておきます。食べれる気にならない人はそのままでいいと思うので。少し少なくなってきてるので油もう大さじ1杯ぐらい足したいと思います。で、油でちょっと軽くコーティングをして、これからトマト缶を入れて軽く煮るので煮崩れないようにという意味も含めて油を全体的に絡ませておきます。もうちょっと大きいフライパンある人は大きいフライパンでやった方がいいと思います。今ちょっとパンパンになってしまいました。全体的に油が絡まったなと思ったらトマト缶を入れていきます。で、これはホールなんですけど、本当はカット缶の方が作業がないのでいいと思います。ホールはちょっとつながってるのでこれを切ってから入れようと思います。ここのヘタの部分がちょっと硬いのでここだけちょっと気をつけて小さめにしといて、あとはもうザクザクっと汁も入れます。で、全体に水分を行き渡らせるように軽く混ぜます。そして、蓋をして、煮込んでいきます。で、そこまで来たら塩を入れてパスタを茹でていきます。で、1% の塩分量なんですけど、別にわざわざ測らなくても飲んでみて、ここでしょっぱいなと思ったら少しお湯を足して調整しておくといいと思います。はい、パスタを茹でます。
今日は4人分なので、うちはちょっとみんなたくさん食べるので400グラムぐらいですけど、そんな食べれないよっていう人は1人70とか80とかにしてもらってもいいと思います。あとカット缶を使うので、半分で作る人は余っちゃったりとかすると思うんですけど、2人分で作る時とかはもうカット缶はなしでもう大丈夫だと思います。このパスタは11分なので、10分ぐらいで揚げるような感じで、いきます。で、最初はちょっとモリモリっとしてるのでよく混ぜます。もっと大きなお鍋ある人は大きなお鍋の方がパスタはやっぱりたっぷりのお湯で茹でた方がいいと思います。はい、だいたいこうバラバラになったなと思ったらお湯の火加減の調整をしてポコポコ沸いているくらいの火加減で、これ沸いてないと茹でるのに時間かかりますし、あと沸きすぎると水分がどんどん蒸発して味が濃くなったりとか、でんぷん質が流れ出てお湯の濃度が濃くなるのでまた火が入っていかないっていう感じになるので、火加減ちょっと注意してボコボコ沸きすぎないぐらいの沸いてる加減にしてください。で野菜の方は今水分が結構出てきて、こういう感じで火が入っているので、今ちょっと鍋が結構パンパンなので途中で上下入れ替えたりして混ぜながら煮ていきます。ピーマンも細切りにしておきます。ピーマンも結構私は好きなのでいっぱい使ったんですけど、本当に野菜の量は好みでいいと思います。はい、ではピーマンも入れます。はい、では、ベーコンを入れます。今日ちょっと厚切りベーコンなんですけど、薄切りベーコンでもいいので、ベーコンがちょっとしかないよっていう人は細かく切るとよりベーコンが行き渡るので細かく切るといいと思います。逆にすごいいっぱいいっぱい使いたいっていう人は少しゴロゴロ大きめに切るといいんじゃないかなと思います。で、今日ベーコンですけど、ソーセージでもいいですし。はい、入れていきます。で、混ざったら味を見て軽くつけます。野菜は甘めにして、ベーコンは割と味がガツッと強いので、ベーコンとかソーセージとかをうまみのあるガツッと効かせたアクセントにして、でベーシックに麺の方にケチャップので味をつけたいと思います。ただ大量に作る時にケチャップで味をつけると結構パサついたりモソモソしちゃったりっていう仕上がりになりやすいので、今日はちょっとそこに注意をして念のため 100cc ぐらい取っておきます。はい、これ調整しながらパスタの方に味をつけていきたいと思います。野菜は軽く煮上がって味を決めたらもうそこでストップしておきます。トマトを入れても入れなくてもいいんですけど、パスタと馴染みがいいようにトマト缶を入れたので、トマト缶を使いたくない人とかはトマトなしでやるといいと思います。はい、じゃあ今、10分経ったので麺の硬さを確認します。これ分数は目安なので鍋の大きさとか火の加減によってまた変わるので、ちょっと水を切る前に食べてみます。はい、でちょうどいいのでお湯を入れたいと思います。でちょっと麺の鍋にくっつきましたけど、しっかり水を切ってから戻します。はい、戻して
まずオリーブオイルを大さじ2杯ぐらい入れてパスタに絡ませます。でその後にケチャップ大さじ1、2、3、4。野菜を戻す前に味を見てケチャップが足りなければケチャップを足してください。で今計大さじ6杯ケチャップが入っている状態です。絡ませてから野菜を入れます。でこの野菜もちょっと水分があるのでこの水分と足りなければさっきキープしておいた茹で汁を使って少し水分がある状態で仕上げておきます。で一度こう強火で沸騰させて少し水っぽいかなっていうぐらいのところでもう完成にしておきます。では盛り付けたいと思います。好みで粉チーズこれで完成です。今日はナポリタンを作りました。4人分とか5人分とかで作ると結構パスタって少量で作る時と状態が変わってきたりするので時間が経ってもボソボソしないような仕上げ方にしてあります。はい、分量は概要欄のところに載せてあります。ぜひ作ってみてください。それではさようなら。